ゆったり振った方が飛ぶ。ゴルフではよくこう言われます。ですが僕はずっと疑問に思っていました。なぜ？その根拠は？早く振りたいのになぜゆったりした方が飛ぶのか、その理由を物理的に説明しているものを僕は一度も見たことがありません。そこで今回はゴムと重りの実験を使ってその理由を科学的に考察していきます。これを理解すると、ゆったり振るのは大切だけどそれだけではないということが具体的に見えてきます。最後にはこの考え方をスイングへ落とし込むための簡単なドリルも紹介します。仕組みを理解した上で行うとより効果を実感しやすいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ヘッドを走らせる切り返しのタイミングとは、ゴムと重りの実験、タイミングの重要性、ゆったり振るの本当の意味とは、下半身始動の簡単ドリル。では早速いきましょう。まずゴムに重りをつけて実験しています。この重りをできるだけ高く飛ばすにはどのように手元を動かせばいいでしょうか。まずはゴムが最大限引き伸ばされ戻ってくるタイミングで引っ張ってみましょう。これくらい飛びました。次は重りがまだ落下している最中に手元を上げ始めてみます。重りは慣性によって下向きに動き続けようとしますが、手元は反対に上向きへ動きます。そのため重りと手元が反対方向へ離れていき、ゴムが大きく引き伸ばされます。すると先ほどよりもかなり高く飛びました。では次にゴムが最大に引き伸ばされるタイミングを少し遅らせてみます。つまり切り返しでは手元はまだ比較的ゆっくりで、後半でぐっと加速するように引っ張るのです。するとものすごく高く飛ばすことができました。ではこちらの2つの動かし方を比較してみましょう。初めから強く引っ張る動かし方を前半加速、後半で大きく加速する動かし方を後半加速と呼ぶことにします。まずは最大伸長のタイミングで動画を一時停止してみます。前半加速は最大伸長を迎えた後に重りが上向きに切り替わっています。一方、後半加速は重りが上方向へ切り返し始めた後に最大伸長を迎えています。つまり最大伸長のタイミングが異なることがわかります。では最大伸長の瞬間を切り取って長さを比較してみます。前半加速の方がよりゴムが引き伸ばされていることがわかります。では次に手元が大きく加速している幅を同じコマ数で比較してみます。ほぼ同じですが、前半加速の方がより大きく動かしています。瞬間的な速さや最高速度まではこの映像だけでは厳密に測れませんが、同じ時間内により大きな距離を移動しているため、この区間における手元の平均的な速さは前半加速の方が大きかったと考えられます。つまり前半加速の方が手元の平均的な速さが大きく、ゴムもより長く引き伸ばされたにもかかわらず、後半加速の方が高く飛んでいるのです。なぜそのような結果になったのでしょうか。その理由は主に2つ考えられます。1つ目はゴムが縮み始める時の重りの動きです。前半加速ではゴムが最大伸長を迎え、縮む方向へ切り返す時に重りはまだ上方向へほとんど動いていません。そのためほぼ止まった状態の重りを上方向へ動かしていくことになります。一方、後半加速ではゴムが最大に伸ばされる前から重りはすでに上方向へ動き始めています。つまりすでに上向きに動いている状態の重りにゴムが戻る力を上乗せすることができるのです。自転車で考えるとイメージしやすいと思います。これはどちらも体重だけでペダルを踏み込んでいます。止まった状態から踏み込む場合と、すでに動いている状態から踏み込む場合では、最終的な速さは
すでに動いている方が大きくなります。ゴムと重りでもこれと似たような考え方です。そして2つ目は手元を大きく動かすタイミングです。前半加速では手元の大きな動きはゴムが最大に伸びる前に行われています。一方、後半加速ではゴムが最大に伸びた後、縮んでいく間にも手元を強く引き上げています。手元を引き上げ続けることでゴムが長く伸びた状態を保つことができます。実際に最大伸長の瞬間から数コマずつ切り出してゴムの長さを比較してみると、後半加速の方がゴムが長い状態を保っていることがわかります。その結果、手元から加えたエネルギーをゴムを介して重りの上向きの運動へ伝え続けることができたのだと考えられます。つまりポイントはこうです。手元を動かし始めるのは重りがまだ落下している途中です。そして最初から一気に引っ張るのではなく、比較的ゆったり引き上げていきます。さらに重りが上方向へ切り返し始めるタイミングに合わせて手元を大きく加速させていきます。すると重りがすでに上方向へ動いているところにゴムの戻る力と手元の加速が重なり、重りを一気に加速させることができるのです。そしてこの後半加速の動きはプロゴルファーの切り返しとかなり似ていると考えています。ではこのゴムの実験をゴルフスイングに当てはめてみましょう。骨盤と胸部の回線なら主に内腹斜筋と外腹斜筋がイメージしやすいです。テイクバックからの切り返しでは右の外腹斜筋と左の内腹斜筋によって左の骨盤と右の肋骨との間で引っ張られるイメージです。厳密にはもっと多くの筋肉が働きますが、ここではゴムの実験をイメージしやすくするために左の骨盤が手元、腹斜筋がゴム、右の肋骨が重りだと考えてください。テイクバックでは胸部が右回旋をしていくので腹斜筋は引き伸ばされていきます。そして切り返しから骨盤が左回旋していくことで腹斜筋によって胸部が引っ張られることになります。後半加速は下半身始動にしつつ、いわゆるゆったり振るというイメージです。胸部から上がまだテイクバックの方向へ動いている最中に、動的バランスによる体全体の流れとして左への体重移動と骨盤の左回旋が始まります。その後、胸部もダウンスイング方向へ切り替わっていく中で、下半身の動きによって骨盤の左回旋が加速します。この時、骨盤が胸部よりも早く左へ回旋することで X ファクターストレッチはさらに大きくなり、最大伸長を迎えます。そしてその後も骨盤の左回旋を続けることで胸部を強く引っ張り続けます。そのためプロのスイングは切り返しが比較的ゆったりに見えるのに、後半で急激にヘッドが走るのだと思います。ポイントはやはり胸部が左回旋を始めた後に最大伸長を迎えるというタイミングだと考えています。ゴムの実験でも重りが上昇を始めた後にゴムが最大伸長を迎えることでより高く飛ばすことができました。基本的には理想的な動きというのはこうした物理現象とかなり近いと考えています。ゆったり振るとはただ単に遅く振ることではありません。切り返しで力んで全力を出し切らず、正しいタイミングで後半に加速することなのです。ではここで下半身始動と骨盤回旋加速のイメージを作るための簡単なドリルを紹介します。まず連続で左右に素振りをします。この時は力まずに無理に切り返そうとせずに自然な振り子のリズムで振るようにします。軽くかかとを浮かせると動的バランスの感覚をつかみやすいです。動きに慣れてきたらかかとを地面から離さなくてもできるようになると良いと思います。そして1、2の3で左足かかとを着地した後に骨盤回旋を加速させます。するとスイングが急激に加速することがわかると思います。僕は上半身では全く振っている意識はありません。もちろん骨盤回旋を加速するとそれに引っ張られる力に耐えるように上半身にも力が入ります。
しかしタイミングよく骨盤を回旋させるだけで上半身で振る意識がなくても自然にスイングが速くなるのです。初めはぎこちない動きになるかもしれませんが、自然な振り子をイメージし、これを何度も何度も行うと最適なタイミングと後半にかけて鋭く骨盤を回旋していく感覚が分かるようになると思います。これは悪い例です。体重移動と左回旋が一緒になっています。そうではなく、先に体重移動が始まるようにお尻から反対方向へ向かうようにします。これは切り返しで急ぎすぎている様子です。この方が X ファクターは大きくなりますが、ゴムの実験でも示したようにエネルギー効率は悪くなります。何より体への負担も大きいです。下半身主導で自然なリズムから後半にぐっと加速するイメージで練習してみてください。そしてさらにスイングスピードを上げるには、体幹や上半身のホールドをやや強くし、連続素振りのリズムを速くすると効果的です。ゆったり振るとは言っても、プロのスイングはやはり速いです。それはそもそものリズムが速く、それに耐えられるだけの筋腱の力や身体能力があるのです。このように連続素振りを徐々に速くしつつ、この流れの切り返しのタイミングのまま左足かかとを着地した後にさらに骨盤回旋を鋭く加速させます。いきなり全力で行うのではなく、動きが崩れない範囲で少しずつスピードを上げてみてください。ゆったり振るとはただ遅く振ることではありません。切り返しで急がず、正しいタイミングで後半に加速することです。それによって体幹の筋腱や SSC、そして運動連鎖を効率よく使えるようになるのです。ぜひ今回のドリルでその感覚を試してみてください。そして次回は骨盤回旋をより鋭く効果的に行うための左右の足の使い方について深掘りしていきます。次回も感覚論ではなく物理的な現象から説明し、具体的な身体操作方法も解説していきたいと思います。また、いいねやコメント、スーパーサンクスで応援していただけると本当に励みになります。もちろんこうして動画を見ていただけるだけでも十分嬉しく思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。